皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。元気ですか？私はとっても元気です。実は、このカメラの前でポッドキャストを撮るのがとても久しぶりです。1ヶ月半から2ヶ月くらい動画を撮るのをお休みしていたんですね。はい。理由は、日本に引っ越しをしました。はい。この動画で初めて私を知った人は、私が前に住んでいた場所を知りませんね。はい。前、パラグアイという南米の国に住んでいました。はい。2年半くらい住みました。そして、8月に日本に引っ越してきました。はい。なので、ちょっとね、引っ越しの準備とか、こっちに帰ってきて、家族と一緒に過ごしたりしていたら、気づいたら、もう1ヶ月半くらい撮影していないなということになりました。はい。なのでね、ちょっと緊張しています。うん。どうやってポッドキャストって話していたっけとか、長い時間話すにはどうやって話したらいいんだっけみたいなことがわからなくて、はい。ちょっと緊張しています。はい。でも、たくさん話したいトピックがあります。もうずっとこれもポッドキャストで話したら面白いだろうなとか、そういうことが溜まっています。なので、今日は一つずつゆっくりと話したいと思います。で、日本に帰ってきて、まず最初の感想としては、暑いですね。すごく暑いです。なんか、もうね、私は日本で生まれて、30年以上日本で生活をしたので、日本の暑さは慣れていると思っていたんですよ。でも、ちょっと2年半日本にいない間に日本の暑さを忘れてしまっていました。そう、なんかね、湿気がやっぱりすごくて、もう湿気が高いんですよ。でムシ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 して、このムシムシっていうのは湿気が高いことを言うオノマトペです。ムシムシして、日陰にいても、日向にいても汗をかくような天気ですね。皆さんの国では、日陰にいたら涼しいですか？もし、日陰、太陽の当たっていない影になっているところで、涼しいなって感じる国の人は、湿気が低いと思います。日本はどこにいても外だったら同じくらいの気温に感じますね。風が吹いても風があったかいです。涼しくないですね。で、日向っていう、日向は太陽が当たっているところですね。太陽が当たっているところに出ると、焼けるような暑さです。だからね、どっちにいても暑い。そして、朝も夜も暑いです。前にパラグアイに住んでいた時は、朝と夜は夏でも涼しかったんですよね。例えば、昼間35度とかになっても、朝は19度とか、18度とか、いい感じの気温だったんですよ。でも、日本は朝から27度とかあります。夜も30度くらいあります。暑いですよね。そう、だから、ちょっと私も日本に帰ってきて、
夜ジョギングしに外に行こうかなとか思ったりもしたんですよ。日本は安全なので、女性が一人で外でジョギングしていても全然問題ないんですよね。行こうかなーなんて思いながら日本に帰ってきたんですけど、もう暑すぎて無理ですね。夜でも熱中症になります。熱中症。暑くて気分が悪くなることですね。なので、今8月の末ですけど、9月になってもう少し涼しくならないと、ジョギングはちょっと難しいかなと思っています。皆さんの国は今どうですか？前のポッドキャストでも日本も海外も暑いですねみたいな話をして、ヨーロッパも暑いですよみたいなコメントをね、もらったりして、やっぱ世界中どこも暑いですよね。はい。で、今日ね、さっき言ったように、いろいろこの2ヶ月で起こったことを話したいなと思っています。まず、飛行機に乗った時の話ですね。はい。日本とパラグアイは本当にすごく離れていますよね。パラグアイを出て日本に着くまで飛行機に乗っている時間だけでどうかな、30時間とか28時間とか9時間くらいかかるんですよ。ね。それに乗り継ぎ、コネクションの時間が追加されるので、すっごく長いんですよ。で、今回、日本に到着する飛行機の中で、結構、楽しいことがあったんですよね。はい。今回はちょっと、すごく混んでいる飛行機で、家族と一緒に座れなかったんですよね。すごく、カウンター、チェックインカウンターに着いた時点で、すごくスタッフの人が忙しそうにしていました。それで、4人なんですけどって言ったんですけど、すみません、もうフルすぎて、そう、フル。もう、どこのシートも一つも空席がなくて、家族4人で座らせてあげたいけど、無理ですって言われました。で、子供が2人いるので、22で座れますかって聞いたんですけど、無理です。31になります。って言われて、なので、すごく久しぶりに私は子供なしで飛行機に乗ったんですよ。一人の旅行みたいとか思いながら、ちょっとワクワク、ドキドキしながら飛行機に乗りました。そしたら、隣の席の女の子が、スペインから来た女の子。女の子って言っても、20代の25歳とかくらいの女の子が乗っていました。それで、ちょっとね、ニコって笑いかけたら、話しかけてくれました。スペイン語でね。で、話をしていたら、私今から日本に行くのみたいなことを言っていて、そうなんだって言って、何日日本に滞在するのとか、どこに行くのとか、そういう話をしました。で、驚くことに、その女の子は、こんなに長いフライトは初めてで、それなのに、一人で旅行しているから緊張しているって言っていました。そう、だからスペインから日本だから、どうかな、12時間とかかかるんですよね。で、ドキドキするって言っていて、
で、すごい、初めての一人旅行なのに、こんな長い旅行をするんだ。しかも、その子は3週間かな？もう、休みを取った次の日から、休みが終わる最終日まで3週間すべて日本で過ごすと言っていました。うん。すごくなんか、興奮している感じで、日本が楽しみっていう感じでした。うん。嬉しかったですね。なんかいろいろ教えてあげたいって思いました。うん。その子は日本に住んでいる友達がいて、で、東京の羽田に着いたら、羽田から一人でその友達の家まで行かないといけないって言っていました。うん。でね、なんか友達の住所がここなんだけど、簡単かな？行けるかな？みたいに聞いてくれました。うん。でもね、私はあんまり東京の地名に詳しくないので、わからなかったですね。うん。だから、あんまり良くないアドバイスをしました。うん。まあ、大丈夫じゃないって言いました。うん、東京の電車は、まあ結構、スペインの電車にちょっと似ているところがあるから、多分大丈夫だよって言いましたね。うん。何の解決にもなっていないですね。多分、彼女の不安を取り除いてあげられなかったと思いますが、はい。きっとね、楽しい休みになっているかなと思います。で、そしたら、なんか私たちが座っている近くのね、席の、ちょっと後ろの方の席の人も、なんか日本が好きみたいで、話しかけてくれて、男性だったんですけど、日本の曲知ってるよ、みたいな。日本の、何だったかな？恨み節っていう曲知ってる？みたいな感じで聞いてくれました。恨み節ってわかりますか？うん。恨むというのは、人のことを、なんて言ったらいいかな。なんか、あんなことしやがって、みたいな。こう、例えば、人に、何かを盗まれたとして、盗んだ人のことを嫌だとか、ひどいとか思うことを恨むと言います。なので、恨み節という名前の曲を、そのスペイン人の男性が言ったので、ちょっとなんか面白かったですね。彼が知っている唯一の日本の曲が恨み節という名前でした。で、その曲、私は知らなかったんですけど、キルビルという映画で使われていた曲らしく、なんかすごく有名みたいですね。はい。まあそんな感じで、結構ね、話しましたね。10時間を超えるフライトのうち、多くの時間は寝ていたんですけど、ドリンクが来たり、まあ、食事がね、来たりするタイミングで、食事中は楽しく会話をして、で、食事が終わったら、お互い寝たり、トイレに行ったりしているっていう感じでした。皆さんは、フライト中に人に話しかけますか？人に話しかけられたらどうしますか？特に、まあ、長いフライトとかで誰かと話したいですか？私は実は、ほっといてほしい。一人でフライトしているとき、まあ一人でその席に座っているときは、あまり話しかけられたくないですね。実は。今回は、ちょっと、一人旅をしている
スペインの女性っていうので、すごくなんかこう、私も話したいっていう気持ちになったので、楽しんで会話をしたんですが、なんか多くの場合は、やっぱりしっかり寝たい。しっかり寝たいし、相手に気を使いたくないんですよね。相手に、今私邪魔してないかなとか思ってしまうので、あんまり関わりたくないんですよね。他の人と。でも、唯一自分から話しかけるケースもあります。それは、隣が赤ちゃん連れな場合ですね。何回か、1、2回かなあったと思うんですけど、前に、隣にご夫婦、夫婦と赤ちゃん、本当1歳くらいの赤ちゃんを抱っこした人が乗っていました。そういうパターンがすごく大変だということを私は知っています。自分もね、子供がいるので、そんな赤ちゃんを連れて飛行機に乗るっていうことがすごく大変なことを知っています。それで、さらに隣の人が、なんか冷たい人とか嫌な人だったら、その親のストレスってすごいですよね。親はすごくストレスを受けると思います。なので、私は大丈夫ですよっていう気持ちを伝えるために、本当に少しだけ、赤ちゃん可愛いですねとか、何歳なんですかとか、そういう本当に簡単な質問をして、ニコって笑顔で、接するようにしていますね。自分がそういうふうに今までされてきたので、人にもしてあげた方がいいんだろうなって思っていますね。皆さん、フライトで嫌な思いをしたことはありますか？飛行機の中で嫌な思いをしたことはありますか？私は実はありますね。結構最近ありました。その時は、私の隣に、その時はね、家族は通路を挟んで隣の3列にいました。で、私は通路側に座っていて、で、私の隣に大きな男性が座っていて、で、窓際に覚えていないですけど、誰かが座っていました。で、この私の隣の大きな男性が、すごくワインを飲む人だったんですよね。ワインを本当にね、10分に1回くらいキャビンアテンダントの人に注文する人だったんですよ。そう、だから一つのフライトで20杯くらいワインを飲んでいましたね。で、私はいつも通り寝たいので、寝ようと思って目をつぶるんですけど、10分に1回、その男性が、ワインください。ワインくださいって結構大きな声で言うので、ここら辺で、顔がここら辺にあるので、もう絶対聞こえますよね。そう。で、その声で、起きたみたいな感じで起きてしまいます。まだそれはね、我慢できたんですよ。それは我慢できた。その声とか、ちょっとワインのね、匂いがしますよね。それは大丈夫だったんですけど、なんか、食事の時にワインを机に乗せて、で、食事を机に乗せて食べていたんですけど、男性が手がパシンってワインに当たってしまって、私のズボンにバシャンってかかったんですよ。で、うわっと思って、もう嫌だなって思って。でも、
まだ良かったんですよ。別にそんなおしゃれな服を着ていたわけではなくて、リラックスできるジャージみたいな、適当なズボンを履いていたので、別にいいか、洗えばって思っていたんですよ。でも、その男性が謝ってくれなかったんですよ。一言、sorry って言ってくれたら私は全然良かったんですけど、何も言ってくれなくて、で、なんか、アウチとかは言ったかもしれない。でも、私に対しての一言がなかったんですよね。なんでだろうって思いながら、私は、服もシートも濡れていたので、スタッフの方、キャビンアテンダントの方に、すいません、ちょっとワインで汚れてしまったんですけど、みたいに言いました。そしたら、すごくいい方で、ちょっとビジネスクラスのパジャマがあるので、お持ちしますって言ってくれて、持ってきますって言ってくれて、ビジネスクラスで使う薄いパジャマを私に渡してくれました。で、シートも拭きますねって言って、綺麗にしてくれました。なのでね、すごく飛行機のスタッフさんの対応はすごく良かったんですよ。でももうその時点で私は結構怒っていて、なんで謝ってくれないんだろう、なんでってもうちょっと理解ができなかったですね。その後もまだ何時間もその男性の隣に座らないといけなくて、結構嫌でした。しかもずっとまだワイン飲むし、もうすごいドキドキしながら、大して寝れなかったですね。それが私の今までで一番嫌だったフライトですね。はい。そういうことがあってから、結構なんかいいフライト、いいフライトをするために、私は何ができるだろう、何をすべきかな、みたいなのを結構考えるようになって、今まで通路側が一番いいと思っていたんですよね。トイレにも行きやすいし、人にトイレで起こされるよりも、なんていうか、自分がトイレに行くときに窓際だと他の人を起こさないといけないじゃないですか。それがちょっとなんか気を使うので、私は通路側が好きだったんですよ。でも、なんかそのワインの人を経験して、その人はあまりにも、スタッフに話しかけるし、トイレにも行くし、なんか、もしかしたら窓際の方が平和だったかもしれないって思うようになりましたね。皆さんは窓際、通路側、その間、どこの席が好きですか？真ん中の席好きな人ってあんまりいないですよね。結構窓際が好きな人は多いかもしれないですよね。窓際で外の景色を写真で撮っている人をよく見ますね。私は別に外の景色は全然気にならなくて、どれだけ寝れるかっていうことがとっても大切ですね。はい。じゃあ、どうかな。そうそう。あと、あれですね。水のボトルを買って飛行機に入ることを気をつけていますね。というのも、水って基本的には飛行機の中でもらえるじゃないですか。飛行機の中で、ドリンクサービスの時間になると、紙コップに
水を入れて配ってくれますよね。だいたい紙コップが多いと思います。で、その水を机の上に置いて何時間も過ごすことになるじゃないですか。30分とか1時間の時もありますけど、なんかその間に揺れて倒れないかが気になるんですよね。この水が倒れて服が濡れたら嫌だなとか、横に倒れたら隣の人にかかるなとか、それをケアするのが好きじゃないんですよ。なので、いつも大きいペットボトルで水を買って飛行機の中に持って入りますね。そう。あとは、やっぱり長袖長ズボンで飛行機に乗りますね。寒いですよね、飛行機の中って。なんであんなに寒いんだろうっていうくらい冷房が効いていて、私はいつも毛布でくるまって寝ているんですけど、そう。体温調節がとても大切ですよね。あと、寒いだけじゃなくて、すごく乾燥しますね。空気が乾燥していますよね。なので、リップクリームも持って入ります。リップクリームを口に塗って寝ます。はい。他にも皆さんが気をつけているフライトハック。ハックっていうか、工夫していることみたいなのがあれば、ぜひ教えてほしいです。はい。今日は1時間くらい話せたらいいなと思っているんですけど、なんか本当に雑談ですね。最近話したかったことをひたすら話していくっていう感じです。はい。今が8月の今日何日 ?28 日なんですけど、もう少しで9月ですね。皆さんは8月をどうやって過ごしましたか？私は久しぶりの日本の夏なので、日本っぽいことをたくさんしたいと思って過ごしました。まずは花火大会に行きましたね。日本の花火大会。日本の花火大会は本当に全国各地、いろんな場所で行われています。毎週末とか、もっと、平日も結構花火大会がありますね。で、その規模、その花火大会の大きさは、本当に大きいものだと、何万発、何万、1万発、2万発の花火が上がったりします。で、小さいものになると、本当に200発とか、300発、1000発、2000発みたいな、ものもありますね。で、私が行った花火大会は2500発です。どのぐらいって思いますよね。どのぐらいですか、その花火の数はって思うと思うんですけど、だいたい30分くらいで、パン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 って少しずつ打ち上げて終わるっていう感じです。2500発だと、そんなに豪華ではないですね。なんか、パーンって上がって、3秒後ぐらいにパーンって一発ずつ上がるような感じなので、ちょっと、もっと多かったらいいのになって思いました。でも、この花火大会って何が楽しいかっていうと、花火が上がる前に屋台を楽しむことができるんですよね。私が今回行った花火大会は海の近くで上がる花火大会でした。で、車で
近くまで行って、駐車場に車を止めて、ちょっと歩いて海の方に向かいました。そしたら、だんだん屋台、小さなお店ですね。外にあるお店が出てきて、焼きそばとか、たこ焼きとか、かき氷とか、いろんなお店が現れました。そして、もっと海に近くなると、本当にたくさんのお店がもうギュッとね、バーっていっぱい並んでいる感じでしたね。そう。すごく、日本のお祭りって、屋台が楽しいんですよね。もう2時間とか3時間前に会場に着く人もいます。で、私たちも2時間前に着いて晩ご飯を食べようということになりました。で、食べたものは、トウモロコシ。はい。トウモロコシを焼いたものですね。炭の上でトウモロコシを焼くと、炭の匂いがついて美味しいんですよ。そう。で、トウモロコシを食べて、あと何かな。イカを焼いたもの？イカ焼きと言いますが、イカに醤油のタレを塗って焼いたものですね。これもすごく人気の食べ物です。あとは、焼きそばとかき氷。かき氷も食べました。そして、あと、初めてチーズハットク。チーズホットク？ちょっと名前がわかんないんですけど、なんか韓国の食べ物で、アメリカンドッグの中にチーズが入ってるみたいなものです。で、それをね、なんか食べてみたいなと思って食べました。そう。こんな感じで結構、たくさん食べて待っていたら花火が始まりました。でね、なんか、これは、いつも私たちが花火大会で困ることなんですけど、花火が30分とか打ち上がるのを最後まで見ていたら、駐車場がすごく混むんですよ。もう何時間も帰れなくなるんです。というのも、やっぱりみんな同じ時間に車に戻って、で、帰ろうとするじゃないですか。なので、もう大渋滞になります。で、その大渋滞で夜中まで帰れなかったこともあるので、今回は花火を途中で見るのをやめて、歩きながらチラッチラって花火を見ながら駐車場に向かいました。なんか変な話ですよね。花火を見に行ったのに、花火を最後まで見ないみたいな。そう、でもそうしないと、帰れないので、最後の方の一番豪華な花火は、信号を待ちながら見ました。はい。一応ちゃんと最後まで見て、で、車に乗って帰りましたね。皆さんは日本の花火大会は行ったことがありますか？もし日本で花火大会に行きたい人は、その、駐車場がすごく混むっていうことと、トイレもすごく混みますね。花火が始まる前と花火が終わった後は、本当に行列が長くできるので、気をつけてください。急いで行っても、入れないってなると思います。で、あと、今回の花火大会で、すごいな日本って思ったのが、みんなすごくおしゃれしてきてましたね。花火といえば、
浴衣ですよね。浴衣を着ていく人がとっても多いです。でも、今日最初の方に話したように、夜でも30度とか気温があるんですよ。それで浴衣を着ているととっても暑いと思います。すごく暑いですね。もう私たちももう汗だくで、私は浴衣着ていなかったんですけど、もう本当にノースリーブのすごく薄い服を着ていたのに汗だくでした。それで、他の浴衣を着ている人は、髪の毛もしっかり美容院に行ってセットしてきている人もいるし、浴衣を着ていなくても、もうすごくT シャツとかじゃなくて、みんなおしゃれしてきてる。ワンピース着てとか、メイクもバッチリしてとか、すごくみんなね、その日を楽しみにしてきているんだろうなっていう感じがしましたね。やっぱり写真を撮る機会も多いし、みんな暑いのに暑さに負けず、おしゃれしているなって思いましたね。はい。はい。で、他にやったこと、私が、夏にやったことは、プールに行きました。はい。大きいプールに行きましたね。この動画が出る一つ前の動画が、リスニングプラクティスで、海が苦手っていう話をね、したんですよ。海が私は苦手なんですよ。で、今年は海ではなくて、プールに行こう。プールの方がマシだっていうことでね、プールに行ってきました。そう。プールもね、別にめっちゃ好きなわけではないんですよね。やっぱ日焼けするし、暑いし、疲れるので、そんなに大好きっていう感じではないんですけど、子供が喜ぶので行ってきました。で、すごく暑い日だったので、人がね、めちゃくちゃ多かったですね。まずプールの着替える場所から出て、プールを見たときに、すごくびっくりしました。なぜかというと、もう人が多すぎたからです。なんていうかな。水の中に人の頭がいっぱいありすぎて、全然水が見えなかったです。こういう状態のことを日本語で芋洗いって言います。芋洗い状態ですって言うんですけど、どういうことかっていうと、芋を何かに入れ物に入れて洗うときに、ワシャ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 っていっぱい入れてたら、ぷかぷか丸いところが浮いて、水の中でたくさんぷかぷか頭が浮いているみたいに見えますよね。そう。なので、芋洗い状態っていう風に表現します。そう。本当にうわぁ、芋がいっぱい浮いているみたいな感じで、はい。ちょっとね、本当にびっくりしました。これ泳げるかなっていうくらい人がいましたね。あと、日本のプールあるあるだと思うんですけど、みんな、テントを持っていきますね。自分の場所を取るために、テントを、小さいテントですよ。何人か入れるくらいのテントを持って行って、で、空いているところにどんどんみんなね、立てていくんですよ。なので、水の中は、芋が浮いてるみたいだし、水がないところは、ほんと三角のものがいっぱいギザ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 って、いっぱいね、山みたいに、うわーって、もう何百個とテントがあって、本当にすごい景色だなって思いましたね。で、私たちはテントを持って行っていなかったので、
本当にね、困りました。どこに荷物を置いておこうみたいなのが困って、下に敷くレジャーシートは持って行っていたので、レジャーシートに乗せて、で、泳いでいたんですよね。そしたら、すごくいい天気だったはずなのに、いきなり大雨が降ってきました。で、テントの人は、もちろん濡れなくてよかったんですけど、私たちは、ただのシートで屋根がなかったので、もうびっちゃびちゃに濡れて、なんか残念だなって言いながら、帰りました。まあね、大丈夫だったんですけど、やっぱりテントは持って行った方がいいのかなって思いましたね。あと、面白い発見としては、日本のプールではみんな肌をあまり見せないですね。男性も女性も長袖の服っていうか水着ですね。水着を着ていますね。驚いたんですけど、今年の夏は男性も 95% くらいウィンドブレーカーみたいな長袖の水着を着て泳いでいましたね。女性もそうです。女性は本当に長袖、長ズボンとかタイツみたいなのを履いて肌を見せないようにしている人がとっても多かったです。前まで、パラグアイに住んでいた時も結構プールには行っていて、その時はもうみんな肌をすごく見せる感じだったんですよね。ビキニでもう全部出して、背中も全部出てて、で、足も全部出ててっていう人がすごく多かったです。で、私は日焼けをしたくないので、長袖を着ていたんですけど、パラグアイではそういう人はすごく少なくて、なんかちょっと場違い、なんか浮いているなっていう、私だけ目立っているなって思っていましたね。誰もね、そんなこと気にしないんですけど、私のような服装で泳いでいる人はいなかったです。でも、日本は、女性は98% くらいみんな肌を隠しています。やっぱりね、みんな隠すからっていうのもあるし、日焼けしたくない人が本当に多いと思いますね。日本人って白いっていう人もいると思うんですけど、やっぱりね、すごく日焼けしやすい、肌が痛くなりやすい、赤くなりやすい人ってすごく人種的に多くて、みんなヨーロッパとか、そういう南米とかアメリカとか、そういうその肌が強い国の人のように、綺麗に日焼けできない人が多いんですよね。私がもし一日中ビキニで太陽に当たったら、もうすっごく真っ赤になって、で、皮がどんどんむけてきて、で、なんか火傷をしたみたいになると思います。なので、日本人は長袖、長ズボンとかで泳ぐ人が多いですね。はい。で、私は、今回、そういうその服もそうだけど、ここにね、顔を焼かないようなマスクをしていました。これは多分している人すごく少なくて、めちゃくちゃ変なやつって思われたかもしれないですけど、なんか顔も焼きたくなくて、写真を出しておくんですけど、すごく変な格好で泳いでいました。でも誰も気にしないので、誰も別に他の人のことをそんなにじろじろ見ないので、いっかと思ってね、
私は顔をカバーをして、帽子をかぶっていました。問題は、それで子供に話しかけても、自分の子供もなんか気づいてくれないみたいな。お母さんどこ行ったってずっと探していて、私は目の前にいるよって言っても、こうマスクしてるんで聞こえないっていうね、状態が起きて、ちょっと面白かったです。はい。ですね。はい。まあこんな感じで花火も行って、プールも行って、いろいろ、まあ夏らしいことというか、家族に会ったり、お盆はね、やっぱ家族の時期ですから、お盆で家族に会ったり、久しぶりに会う友達に会ったりしましたね。で、まあ次に話すこととして、パラグアイから日本に帰ってきて、なんか思うこと、気づくことですね。一つ、すごくなんか日本が変わったなって思うことがあって、かなり多くのスーパーでセルフレジが使われるようになりましたね。セルフレジがスタートしたのはかなり前なんですけど、すごくそれが一般的になったなって思います。大体どこのスーパーも必ずと言っていいほどセルフレジがありますね。皆さんの国では、レジは人がこうピッピッってやっていますか？日本は基本的にどっちもあるんですよね。セルフレジって言って、自分でこう、ピッピッって、こう、一個一個スキャンしていくタイプもあれば、店員さんがスキャンしてくれるのもどっちもあるパターンが多いですね。でもなんか、セルフレジがどうしてもちょっとね、私は好きになれないですね。皆さんは好きですか？というのも、結構セルフレジがいろんな種類があるんですよ。うちの周りにスーパーの種類が、A, B, C, D, E みたいな5個ぐらい種類があって、どれも違うセルフレジのスタイルなんですよね。一つは、なんかスマホみたいなのを自分のカートに挿しておいて、なんか挿す場所があって、こう挿しておいて、で、例えばリンゴを買ったら、リンゴにバーコードをピッてして、そのままカゴに入れたり、自分の袋に入れたりできるんですよ。で、お肉買ったらピ、ブロッコリー買ったらピみたいな感じで毎回スキャンするんですね。で、最後、レジに着いたら、スマホリーダーみたいな、スマホを読み込む機械があって、それに挿したら、はい、合計5000円です、みたいな感じですぐお会計ができる。そしてもう自分の袋に入れているので、すぐに持って帰ることができるっていうパターンがあります。これはかなり、なんか、知らずにスキャンを忘れる人が多いかなと思いますね。なんか私も、スキャン忘れるところだったって思うんですよね。こう買い物に夢中になっていると、スキャンをせずにカゴに入れてしまって、最後に数を数えて、どれかスキャンし忘れてるってなって、もう一回こうスキャンし直すっていうことがよくあります。なのでこれは本当おじいちゃんおばあちゃんとかね、気づかずに商品を持って帰ってしまうこともあると思いますね。あともう一つ最近家の近くのスーパーで経験したこととして、自分でカゴ
カゴに最後レジに行った時に、一個一個スキャンして、自分のカバンに入れて、で、持って帰るっていうのがあるんですけど、めちゃくちゃ店員さんが見てるんですよね。で、セルフレジが6個くらいあって、6台セルフレジの機械があって、で、常にスタッフの人が2人めちゃくちゃ見てるんですよ、こうやって。じーって見てて、なんかちょっとでも迷ったりしたら、ささささって来て、こうですよって言って教えてくれるんですよね。で、すごくプロフェッショナルだなって思います。と同時に、なんかちょっとね、見られすぎて緊張する。なんか、一つ一つの動作を全部見られているような気がして、ちょっとなんか、そんなに見なくても盗んだりしませんよって思いますね。まあもちろん彼らのそれは仕事なので、別に盗む気がなかったら、そんな悪いことではないですよね。悪いことじゃないんですけど、ちょっと見られすぎて緊張しますね。だし、一つ一つ、自分でスキャンするって結構時間がかかるし、マシンによってボタンとかが違うので、結構悩むんですよ。どうだったっけ？トマトはどこだっけ？みたいになったりとか、すごく時間がかかります。だから、結局、スタッフさんの人数が3人とか4人とかいるなら、なんかプロがやった方が早いんじゃないかなって思ったりもしますね。どっちが効率がいいんだろうって、ちょっと思ったりもします。どうですか？皆さんの国でセルフレジはありますかね？アメリカで空港に行った時に、空港の中のショップで、入る前にクレジットカードをピッてして、で、自分で例えばなんかジュースを買って、もうそのまま出ていいですよっていうお店がありましたね。なんか多分どっかでスキャンされてるんだと思うんですけど、その商品を。でも、なんか、それはすごくいいと思いましたね。クレジットカードをタッチするだけなので、すごく簡単だなと思いました。あと、日本ではユニクロのお会計が私はすごく好きですね。ユニクロで何かをカゴに入れて、レジに行くと、カゴを置く場所があって、で、そのカゴを置いたら、もう勝手に全部の合計金額が出るんですよ。それで、その合計金額のお金を払うだけなので、いちいち一つ一つスキャンする必要がないんですよ。これはめっちゃいいと思いますね。めちゃくちゃ簡単ですね。全部のスーパーがユニクロ方式になったら、私はすごく嬉しいですね。だって、洋服とかは3個とか4個とかくらいしか買わないけど、スーパーってもう20個とか30個とかそのアイテムを買うわけじゃないですか。だから、置いてすぐに合計が出たらいいよなって思います。これも近い将来きっと、実現するだろうなと思いますね。技術としてはできるんじゃないかな、すでにと思います。あと、日本で気づいたこととしては、果物がすごく高いですね。めちゃくちゃ高いです。
皆さんは果物をよく食べますか？私はパラグアイにいた時は果物を毎日食べていました。例えば、リンゴ。リンゴは、4つ買っても300円くらい、もっと安い時もありました。バナナも安いし、何でも結構安いんですよね。マンゴーとかも。でも、日本で、リンゴを買おうと思ったら、一つで300円します。ね、高いですよね。300円ってもう2ドルですよ。2ドル。1個2ドル。確かに大きいし、甘いし、傷が入らないようにカバーされているので、いいんですけど、でも、1個300円は毎日食べられないですよね。そう。あとは、どうかな。バナナとかキウイとかは海外で作られているものが多いので結構安いです。バナナはフィリピンとかのバナナが多かったり、キウイはどこかな。メキシコとかから来てるかもしれないですね。なので安いです。でも、日本で作られている果物の、桃とか、みかんとか、本当に高いですね。皆さんは日本の桃がどれくらい美味しいかって知っていますか？日本の桃は1年のうちにだいたい1ヶ月くらいしか食べることができません。本当にシーズンが限られている食べ物なんですよね。8月に入るといろいろなスーパーで見かけることができます。でも、そもそも桃って期間が短いし、作っている人もそんなにすごく多いわけではないので、結構高いんですよね。一つで500円とか600円。高いものだと1000円とかします。でも、1年に1ヶ月しか食べられないから、今食べたいということで、スーパーにあったらね、つい買ってしまうし、みんな、人気ですぐになくなりますね。はい。皆さんもぜひ、この日本の季節のフルーツを見かけたら食べてみるといいと思います。はい。今は、8月は桃。で、9月から梨。そして、9月、10月、11月くらいは、マスカットとか、ブドウの季節になります。はい。もうブドウもね、すっごく美味しいです。ぜひ食べてみてください。はい。日本に帰ってきてから気づくことって、本当に、たくさんあるんですけど、なんかちょっとね、忙しすぎて、あんまりちゃんと考えられていなくて、また別で日本に帰って気づいたことをポッドキャストにしたいと思います。はい。本当になんか1ヶ月が一瞬で過ぎたような気がしますね。また9月になれば生活のリズムもできて、もう少し落ち着いていろいろ、ポッドキャストとか、ね、他の YouTube の、コンテンツも作っていけるかなと思います。はい。じゃあ今日はこんな感じで最後まで聞いてくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。インスタグラムもね、全然更新できていないので、本当に更新します。頑張って更新するのでフォローをお願いします。あと、ペイトリオンも、メンバーシップですね。メンバーシップもいろんな動画を出しているので、そちらもぜひ見てみてください。なんか久しぶりすぎてどうやって動画を終わっていたか
覚えていないんですけど。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。